モビルアーマー開発し、なぜモビルアーマーは最強に見えるのに主役になれなかったのか。宇宙世紀の兵器史を語るとき、どうしても主役になるのはモビルスーツです。ザク、ジム、ガンダム、ゼータ、ニュー、F91。歴史はいつもモビルスーツを中心に語られます。ですが、ここにもう一つ、絶対に見落としてはいけない流れがあります。それがモビルアーマーの歴史です。モビルアーマーは宇宙世紀における脇役ではありません。むしろある意味では、モビルスーツ以上に時代の欲望がむき出しになった兵器です。もっと火力が欲しい、もっと推力が欲しい、もっと速く、もっと遠く、もっと一方的に敵を叩きたい。人型である必要などない。戦争に勝てるなら兵器はもっと自由でいい。その発想の先に生まれたのがモビルアーマーでした。巨大火力、高機動、重装甲、多連装メガ粒子砲、ハイフィールド、サイコミュ、ビット兵器、一機で戦場そのものを塗り替えるような性能。モビルアーマーとは、モビルスーツよりもさらに露骨に戦争を一機で終わらせたいという夢を形にした兵器です。ですが、宇宙世紀の歴史は冷酷です。モビルアーマーは何度も強さを証明しました。何度も戦場を震え上がらせました。けれど結局、主役の座にはなれなかった。なぜか。なぜ最強に見える兵器は主力になれないのか。なぜ戦場を支配できる怪物は時代を支配できないのか。なぜモビルスーツが量産され続ける一方で、モビルアーマーはいつも特別兵器のまま終わるのか。この歴史を追っていくと見えてくるのは、宇宙世紀の兵器史が単なるスペック競争ではないということです。それは万能の怪物を求める夢と現場で回せる兵器を必要とする現実が何度もぶつかり合った歴史です。モビルスーツ史が量産機の歴史なら、モビルアーマー史は一気に勝ち筋を背負わせようとした歴史です。そしてその試みは何度も輝き、何度も敗れます。第一章、一年戦争以前、モビルアーマーとは何のために生まれたのか、そもそもなぜモビルアーマーが必要だったのか、ここを考えると、モビルアーマーの本質が見えてきます。モビルスーツはもともと人型であることに意味がありました。ファンバックによる姿勢制御、汎用性、コロニー内外での柔軟な戦闘、核兵戦への適性。つまり、モビルスーツは単なるロボットではなく、宇宙世紀という環境に適応した多用途兵器でした。ですが、その多用途性は同時に限界でもあります。人型である以上、構造は複雑になる。走行も火器も推進機もある程度のバランスを取らなければならない。どこか一つを極端に伸ばせば他が犠牲になる。では、もし最初から人型でなくていい、歩兵の延長でなくていい、艦隊を潰すためだけでいいと割り切ったらどうなるか。その答えがモビルアーマーです。モビルアーマーはモビルスーツを否定して生まれたのではありません。むしろ逆です。モビルスーツの限界を超えるために生まれた兵器でした。人型である必要を捨てれば、もっと大きな推進機を積める。もっと巨大な砲を乗せられる。もっと分厚い装甲を張れる。もっと極端な性能に触れる。つまり、モビルアーマーとは兵器としての自由度を取り戻した存在です。モビルスーツが現場で使える兵器なら、モビルアーマーは理想だけを押し込んだ兵器でした。第2章、一年戦争。モビルアーマーは戦争を終わらせる怪物として現れた。一年戦争でモビルアーマーは一気にその存在感を示します。ビグロ、ブラウブロ、エルメス、ビグザム、ザクレロ、どれも方向性は違います。しかし共通しているのは、モビルスーツとは別次元の戦場支配力です。ビグロのような高速一撃離脱型、ブラウブロやエルメスのようなサイコミュ兵器型、ビグザムのような要塞90モビルアーマー。この時点ですでにモビルアーマーは一つの兵器体系ではありません。むしろ何を最優先にするかで姿を変える怪物の総称に近い。ここが面白いところです。モビルスーツは量産され、編成され、戦場を支える兵器です。一方、モビルアーマーは戦場のルールをねじ曲げるために投入される兵器です。ビグザムが象徴的です。あれは兵器というより、ほとんど移動要塞です。大火力、重装甲、ハイフィールドによる対ビーム防御。正面から見れば、当時の通常兵力では簡単に止められない。まさにこれが量産できれば、戦争は変わると思わせる存在でした。けれど、ここで宇宙世紀の現実が見えます。量産できないのです。
重すぎる、高すぎる、整備が重すぎる、運用拠点も限られる、失えば損失が大きすぎる。つまり一年戦争のモビルアーマーは理論上は戦争を変えられるが、制度として戦争を支えられない兵器でした。そしてこの構図は以後ずっと繰り返されます。第3章、なぜモビルアーマーはモビルスーツに勝てないのか。強いのに主役になれない兵器。ここで一度確信を言ってしまいます。モビルアーマーは強い。だが強いことと主力であることは別です。これが全てです。モビルアーマーは確かに局地戦では圧倒的です。艦隊を潰せる、前線を突破できる、エースを圧倒できる、強い、間違いなく強い。ですが、軍が必要としているのは、一機で神話を作る兵器ではありません。前線を維持し、補給に乗り、整備が回り、訓練体系に組み込めて、壊れても代わりが利く兵器です。ここでモビルスーツが勝ちます。モビルスーツは万能ではない。けれど、十分に強く、十分に安く、十分に回せる。コロニー内でも宇宙でも使える。エース用にも量産用にも応用できる。編隊を組める。軍隊として使いやすい。モビルアーマーは一機で戦局を動かせても軍全体を支えることは苦手です。要するに兵器として極端すぎるのです。ここがたまらなくリアルです。兵器史では最強の兵器が主役になるとは限りません。むしろ多くの場合、主役になるのは少し弱くても圧倒的に回しやすい兵器です。モビルアーマーは夢の兵器です。モビルスーツは精度の兵器です。そして戦争を長く支えるのはいつも後者です。第4章、ニュータイプとモビルアーマー。モビルアーマーは人の進化を最も早く受け入れた兵器だった。モビルアーマー史を語る上で絶対に外せないのがサイコミュです。1年戦争末期、ニュータイプという存在が戦場で現実味を帯び始めると、その能力を最も素直に受け止めたのはモビルスーツではなくモビルアーマーでした。理由は簡単です。サイコミュ兵器は重い、複雑です。エネルギーも必要です。制御も難しい。そんなものを詰め込むなら大型機の方が圧倒的に都合がいい。こうしてグラウブロやエルメスのような機体が生まれます。ビット、オールレンジ攻撃、遠隔兵器。これらは後のガンダム世界を象徴する技術になりますが、その初期段階ではむしろモビルアーマーの思想に近い。つまりモビルアーマーは単なる重火力兵器ではありませんでした。それは同時に人の能力拡張を最も早く押し込まれた兵器でもあったのです。ここが面白いところです。モビルアーマーは巨大で重くていかにも古い兵器に見える。しかし実際には最先端技術の実験場でもありました。大火力、高水力、重装甲。そこに加えてサイコミュ、つまりモビルアーマーとは技術が未成熟な段階で未来を先取りしすぎた器でもあったのです。ただしここにも代償があります。ニュータイプ依存は兵器体系として不安定です。適正者が少ない。訓練が難しい。個人性能への依存が大きすぎる。結果としてモビルアーマーはさらに特別な兵器になっていく。強い。だが誰でも扱えない。存在する。だが精度にならない。この宿命もまたモビルアーマーらしさの一部です。第5章、0083からゼータ時代へ。モビルアーマーは消えなかった。モビルスーツの中に入り込んだ。1年戦争が終わってもモビルアーマーの思想は死にません。むしろここからさらに面白い段階に入ります。それはモビルアーマーとモビルスーツの境界が曖昧になる時代です。代表的なのがグリプス、戦役前後の可変機群です。メッサーラ、アッシマー、ギャップラン、バウンドドッグ、そして巨大なサイコガンダム系。ここで何が起きたのか単純です。モビルアーマーの強さをモビルスーツ側へ取り込もうとしたのです。巡航性能、高速離脱、突撃火力、空間線大気圏内での高速移動。モビルアーマーが持っていた人型を捨てた時の自由さを可変機構という形でモビルスーツに戻そうとした。これはモビルスーツ開発史で言えば第3世代のバブルですが、モビルアーマー史から見るとモビルアーマーの思想がモビルスーツへ侵食した時代とも言えます。ここが重要です。モビルアーマーは消えたのではありません。そのままでは主役になれないと分かったから、より現実的な形に分解され、モビルスーツへ吸収されていったのです。これは一種の敗北です。純粋なモビルアーマーとしては生き残れなかった。ですが同時に思想として分かっています。
高速巡航、大出力、変形による用途切り替え、これらは皆モビルアーマーが先に示した未来でした。つまりゼータ時代とはモビルアーマーが表舞台から少し退きながら、その思想だけは戦場の中心へ入り込んだ時代なのです。第6章、ネオジオン時代、モビルアーマーは兵器から怪物へ戻っていく。しかし宇宙世紀はやはり夢を見ることをやめません。現実に合わせてモビルアーマー思想をモビルスーツへ吸収したはずなのに、時代が不安定になりニュータイプ幻想が強まり、大火力決戦の匂いが濃くなると、またしてもモビルアーマーは怪物として帰ってきます。ノイエジール、クインマンサ、アルファアジール、この辺りになるとモビルアーマーはもはや単なる兵器カテゴリーではありません。それは戦場に出てくる災害です。ノイエジールは機動性と火力の塊です。クインマンサは巨大なサイコミュ兵器庫です。アルファアジールに至ってはニュータイプ戦そのものを成立させるための部隊装置に近い。ここでモビルアーマーは再び本来の姿へ戻ります。つまり精度に乗る兵器ではなく、時代の欲望を一気に押し込んだ存在です。そしてやはり主役にはなれない、強い、だが高すぎる、整備が重すぎる、パイロットを選びすぎる、政治的にも扱いづらい、軍の標準装備には到底できない。宇宙世紀は何度も同じ夢を見ます。この怪物なら戦争を決められるのではないかと。しかし最後には毎回現実がそれを否定する。ここにモビルアーマー史の美しさがあります。モビルアーマーはいつも負けるために作られているわけではありません。本気で勝つために作られている。それでもなお時代を支えられない、この残酷さがモビルアーマーを特別な存在にしています。第7章、宇宙世紀100年代以降、小型モビルスーツ時代にモビルアーマーは居場所を失う。そして宇宙世紀100年代、モビルスーツはついに小型化へ向かいます。F90、F91、ヘビーガンに代表される第2期モビルスーツ、小さく、速く、強く、現実的、ビームシールドや高効率化技術の発展によって兵器としての合理性は一気にモビルスーツ側へ傾きます。ここで古典的なモビルアーマーは非常に苦しくなります。なぜか、モビルスーツが小型化して高性能化すると、モビルアーマーだけが持っていたはずの優位、つまり高水力、高機動、高火力の一部が、もはやモビルアーマーの1000倍特許ではなくなるからです。しかも小型モビルスーツはより小回りが利く、被弾面積が減る、整備もまだ現実的、量産にも向く、兵器としての答えが明らかにモビルスーツ側へ戻っていく。もちろん完全に消えたわけではありません。ラフレシアのように巨大で特殊で恐ろしく明らかに普通ではない存在はなお出てきます。ですがそれはもう軍の未来系ではありません。むしろ時代遅れになりかけた怪物思想の最後の噴出に近い。ここで宇宙世紀はようやく答えを出します。巨大で特化した怪物を追い求めるより小さく高効率で精度に乗る兵器を磨け。これが100年代以降の時代観です。つまりモビルアーマーはここで完全に消えたのではなく、主流から外れたのです。夢としては残る、恐怖としても残る、だが標準にはならない。ここがモビルアーマーの最後の立ち位置でした。終章、モビルアーマー史とは時代が一気で勝ちたいと願った歴史である。ここまで見てくると宇宙世紀のモビルアーマー史はこう整理できます。一年戦争でモビルアーマーは戦場を変える怪物として現れた。モビルスーツでは届かない火力、水力、特殊能力を背負った兵器だった。ニュータイプ時代にはサイコミを最も早く受け止める器にもなった。ゼータ時代にはその思想が可変モビルスーツへ吸収された。ネオジオン期には再び怪物として前面に出た。だが結局軍の主役にはなれなかった。そして小型モビルスーツ時代に入り、兵器としての合理性は決定的にモビルスーツ側へ戻っていった。つまりモビルアーマーの歴史とは単なる失敗兵器の歴史ではありません。それは一気で勝ちたい、全部森の怪物で戦争を終わらせたいという時代の願望が何度も形になった歴史です。だからモビルアーマーはいつも魅力的です。大きい、強い、怖い、理不尽、見るからに戦場を壊してくれそうです。ロマンがある、圧倒的にある。ですが歴史はそのロマンに冷たく答えます。戦争を本当に支えるのはいつももっと地味でもっと現実的な兵器です。モビルスーツ史が量産機と精度の歴史なら、モビルアーマー史は夢が何度も現実に破れながら
それでも消えなかった歴史です。そして最後に一番大事なことを言うなら、こうなります。モビルスーツは戦争を支えた。モビルアーマーは戦争を変えたがった。この違いこそが宇宙世紀モビルアーマー開発史の面白さです。チャンネル登録、高評価お願いします。